お前たちがやっているのは、利益誘導だ。利益誘導が何を意味するか。お前には分かっているな。それは可能性を蝕むってことだ。世界情勢はどんどん変化している。産業を支える科学技術もどんどん進歩する。でも、新しい技術を持った新しい産業が成長していけば、古い産業は廃れていく。変化についていけなければ、既存の勢力は衰退してしまう。つまり、お前たちの既得権益は損なわれるってことだ。既得権益を守るためにはどうする？日本の科学技術は進歩しないことにすればいい。日本では新しい技術を持った新しい産業が登場しないことにすればいい。つまり、出る杭を打つってことだ。そうだな。例えば商売のことを考えてみよう。つまり経済のことだ。世界にはどんな需要がある？人類は今、何を必要としている？例えばソフトウェアだ。いいソフトウェアを皆が欲しがる。いいソフトウェアはよく売れる。日本でも皆がソフトウェアを買う。ゲームソフト、スマホのアプリ、ビジネス用ソフトウェア、PC プラットフォーム。日本の大手企業もソフトウェアを作っている。でもアメリカ製にはとてもかなわない。アメリカ製のソフトウェアに比べると、日本製はまるで人気がない。一体なぜだ？日本製はアメリカ製と一体どこが違う？日本製のソフトウェアは昔からある日本の大手企業が絡んでる。昔からある日本の大手企業の子会社や関連会社や下請け会社が日本製のソフトウェアを作っている。でもアメリカ製はそうじゃない。マイクロソフト、アップル、グーグル、アマゾン、フェイスブック。みんな新しい独立企業だ。そこが違う。ハードウェアはどうだ？例えば半導体だ。半導体も皆が手に入れたがる。ソフトウェアを使う装置には半導体が必要だ。パソコン、スマートフォン、テレビや電子レンジ、カメラ、車やバイク、あらゆるものがソフトウェアを使っていて、ソフトウェアを使うには半導体が必要だ。
いい半導体を皆が欲しがる。でも、よく売れる半導体は、皆、外国製だ。アメリカのインテル、韓国のサムソン電子、台湾の TSMC。皆独立企業だ。日本はどうだ？日本で半導体を作っているのは、ソフトウェアと同じで、昔からある。日本の大手企業の子会社や関連会社、そして下請け会社ばかり。日本の半導体も、まるで人気がない。一体、なぜそうなる？なぜ日本の場合は、独立企業ではなく、昔からある大手企業が、絡んでいる。簡単なことだろう。つまり、昔からある大手企業は、既得権益につながっている。そして、既得権益は政治権力につながっている。だから潰せない。潰せば、既得権益にしがみついて、甘い汁を吸っているお前たちが、困ることになる。そして日本経済は、競争力を失った。日本経済は衰退した。庶民の生活水準は低下し、庶民は世の中に不満を持つ。そして、日本政府の経済政策に疑問を持つ。だが政治権力が既得権益維持のために、自分たち庶民にしわ寄せを食わせている。というところまでは考えない。人間には生きるために必要なものがある。衣類、食料、住むところ。いわゆる衣食住ってやつだ。風呂にだって入りたいし、トイレにだって行きたい。そういうものを手に入れるためには、金が必要だ。人間が生きていくためには、金を手に入れて、それを支払わなくちゃならない。食費、光熱費、家賃、あるいは家のローン、車のローン、子供の学費、家の修繕費、税金。経済が衰退すると、そういうものが支払えなくなる。そうなれば、庶民の生活は壊れていく。憲法第25条を知ってるか？すべての国民は、健康で文化的な、最低限度の生活を営む権利を有する。国はすべての生活部面において、社会福祉、社会保障、及び公衆衛生の向上、及び増進に努めなければならない。民主主義体制というのは、国家権力が庶民に保障しなくちゃならない。生きる権利、身の安全。
個性が尊重される権利、言論の自由。差別的な扱いを受けない権利。だから、経済が悪くなって不安になると、庶民は政治権力に不満を言う権利がある。そして、庶民は政治権力に助けを求める権利がある。日本の政治権力は庶民に説明しなければならない。なぜ経済が衰退したのか。経済をこれからどうするのか。でも、説明なんて簡単だ。今、日本企業の国際競争力は、海外の企業に脅かされつつある。さらなる企業努力が必要だ。そして、こういう。日本の大手企業では、技術革新に力を入れている。新開発の商品も次々と登場している。ここがミソだ。確かに、既得権益が絡んでいる。大手企業やその系列企業は、それなりに新開発の商品を出している。だが、外国の新開発と比べると、レベルが低い。そして、こういう。政治が悪いわけじゃない。これは仕方がないことだ。そして庶民に、その言い分を受け入れさせる。でも庶民は、肝心なことを考えない。この日本にも、既得権益が存在する。既得権益は、民主主義とは、相反する権力だ。既得権益が存在するためには、民主主義で保障された国民の権利が壊されなければならない。そしてそれは、壊され続けられなければならない。そして、何が起こった？コスト削減、リストラ、格差社会。貧困、過重労働。状況を変えるためには、庶民はどうすればいい？簡単さ、ダメな国家権力に、見切りをつければいい。民主国家の国民には、自分たちの政治権力を自分たちで選ぶ権利がある。国民の支持がなければ、民主主義の政治権力は成り立たない。だから国民はダメな国家権力に見切りをつければいい。再生リスト3に続きます。